前線が来てますね。ということで一向先とも雨です。さっきまですごい雨降ってたんですけど、だいぶ止んではきました。今日はですね、八代ファクトリーからですね、6台出てます。頑張ってね、優勝を目指したいと思います。ということで今日もよろしくお願いします。Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have. 来てるんで、きちんと LINE 指定させていただきます。前の方の方ちょっとしゃがんであげてもらっていいですか。走り方はもちろんなるべく進入を鋭く振るで、なるべくアクセルを速く踏んできれいに旋回していくっていうのが理想です。で、振り出しここら辺を通ってきてください。で、車によって振り出し、これ振り出し1じゃないんでね、間違いないように。速い車はすごい手前から来るかもしれないけど、さあこの上を横になって来てくれればいいです。大丈夫ですか。逆にこんなとこから俺の車届かないよっていう人はここを通ってこの後に食っても大丈夫。そういうイメージでここは行ってください。いいですね。で、この線は出ないように、外側のラインがあるんで、そこに線があるの？線が引いてあるの？引いてないです。雨なんで消えちゃうんで。いや、わかんないじゃん。いや、もともと交通上の白線の交通上の白線の白線があるんで。ああ、その白線は出ないで。で、出たらそれでダメっていうわけじゃなくて、出方によって減点幅が大きいとか小さいとか、まあタイヤ1本ぐらいだったら多くても 0.5 とかそんくらいだと思います。ちょっと線からほんのちょっと出たったら 0.1 とか 0.2 とかそういう感じがあるんで、逆にこう減点上げてもいいよ、走りやすい方がいいよっていう人はそういうふうに使ってもらって結構です。で、白線をよりそっち行っちゃダメだって。ここがアウトラインの白線の中。あれ線ずれちゃったらホワイトライン、ホワイトライン。カメラずれちゃったよ。そっちはダメ。もうちょっとライン上に上げて、もうちょい上はいもうちょい上、はいあそこもだぞ。あそこもだぞ。はいあそこも出ちゃダメ。ここもダメでしょ。一応外側もそう、今日は白線ないタイヤが、まあ出たら出たでこっちと同じように減点が出方によって、ここの話ね、ここだけの話だといっぱい出た人の方が減点が大きいで、多分ここだけじゃ済まないと思うんで、これ出ちゃうと多分こっちの方が流されたり、なんか姿勢がおかしかったりでプラスアルファどんどん減点されちゃうんで、ここだけの話だと出た出ない、それが外側でもそうだし内側でもそう。多分ここの減点幅だけじゃなくて、多分小さい人はこっちの流れが悪いと思うんで、こっちから結構引かれてきちゃうから結構点数が低くなっちゃうと思います。で、いつもは言わないんですが、こんくらいあんまりインに入んないように、結構失速したり角度の調整がうまくできたりと結構みんな刈り込んでいっちゃうんで、ここら辺の今日は姿勢作りとかそこら辺が課題になると思います。一応自分からはこんな感じですが、ここまでで質問ありますか？出ちゃうのとちっちゃいのだとどっちが点数低いの？減点幅ですか？自分の場合は小さい方が多分低いですね。ここの減点幅は一緒だと思うんですけど、多分こっちがすごいおかしいはずなんですよ。流れから言うと多分出た人は多分こっちはいいと思うんですよね。タイヤ1本分ぐらいだったらそうでもない。タイヤ1本分ぐらいだったらこっちの減点
すると思って、だって4輪でちゃうと完全にコースアウト、そうなると結構大幅に引くんで、そこはうまく考えてもらってやってもらうしかないですね。何気にピンチのヤシオファクトリー音体岡村和義2本目は決めておきたい。つけきれてはいないが、でもいいですね。1本目でピンチで2本目これは関係ないか。関係ない。爆発がっていう話。さあということでここから本番水槽シリーズ一次予選最後の6台が出てきます。まず先陣を切ってルーカス・サム。あれなんかボディがステップアップしてるね。ステップアップしてますか。こういう感じじゃなかったもんね。さあ逆おそっちょっか。と浅いけど。あーニコラちょっとついちゃったな。ちょっと刈り込んだ。でもなんかスピード感ありいやますね。てか今これ失敗でしたけどルーカスめちゃくちゃ上手くなってませんか。まあまあでも普通に点数出ますよね。そうですよね。もうこれでもう一次予選間違いないから2本目はもうバチッとやってもらいたいですよね。さあそして朝一今日は雨だから俺は速えぞと言っていた岡村選手。あらあらあらあーそんなにやっちゃエースと岡村さんどうしたことでしょうか。さあ続いてルーカス・サムここから2本目です。1本目まずあとは細かいミスがちょっと最終がギクシャクしたが大丈夫か。おおいやだけどこうだな。だからどっちかというと増田選手ってすごいっていうタイプじゃないですか。うまいってなかなか言うことないですよね彼に対して。おっとトップだ増田。そして何気にピンチのヤシオファクトリー4対岡村和義2本目は決めておきたい。これはいいぞ。ちょっと小さいか。おおでもごまかしたと3コーナーがちょっとつけきれてはいないがこれでもいいですね。さすがやるべきことはやってるね。1本目でスピンして2本目これは岡村さんそういうの関係ないから。関係ないですか。関係ないって。場数がっていう話じゃないんですねこれ。もともとこれは岡村さん気分いいでしょう。戦でしょ。はい。次にもう一回あるんでしょ。1回目の予選が終わりました。俺1本目やりすぎてスピンです。2本目は安牌でいってなんとか予選5位でした。サムは予選10番です。田村君は11番。
ピンチのヤシオファクトリーをしたい岡村和義、2本目は決めておきたい。つけきれてはいないが、でもいいね。でも思いっきり来ましたね。いいね。これはドライ路面に完全に切り替えて持ってきましたね。はい。その走りもいいよ、良かった。良かったですね。思い切りがあるんだね、やっぱり常にね。さあ続いてこちらうわ岡村和義、また雨降ってドライ路面として来れるか。おあー、ギアが入ってない今もう新佐駅前からギアが入ってなかったですね。いやもったいない。今のいけてればこれさっきの金田のスが言っていいですか。はい、顔と走りが似合わないですね、彼は。似合ってない？なんかね、ああいう回避の仕方するようなタイプじゃないように見えるね。さあ続いてヤシオファクトリーオン対岡村和義、どうだ。今度はギアは入るか。ちょっと外側足りなかったか。小さいけどな。それでもうまくまとめてはいった。ちっちゃくはなったけど、この路面状況の中うまくまとめてそうですますよね。よね。よく対応しますね。そうだね。てかさすがベテランですか。さすがですよ。ベテランですかね。ベテランなんですかね。ベテランですな。濁しときましょう。トーナメント、二次予選終わりました。集まれるようにしておいてください。二次予選ベスト16ギリギリで通りました。16位です。サムは18位で落ちました。田村君も田村君何位4番目なんで16、15、14、13ですかね。13位。とりあえず受かりましたけど、今日はもう雨がドライになったり雨になったりもうね翻弄されてます。果たして追走1回戦予選1位のやつと戦うことになったんで、雨の日光なんとかなるかということで、久々の追走なんでね、なんとか勝ち上がりたい。ただね、どうもこの車トラクションが少ないんで置いてかれちゃうような気がします。でも頑張るぞ、残ったからにはな。イエイ。16、こちらも1組目は、1周流しでウォーミングアップしていくということになります。さあ2021年日光ドリフトビクトリーラウンド2追走シリーズベスト16追走トーナメント、いよいよスタートになります。まず1組目の対戦は先ほどの2次予選見事な走りでトップ通過を果たしたブルーの FD 吉田康介選手対16位ギリギリながらもベテランの意地を見せてこのベスト16に駒を進めた岡村和義選手の戦いです。さあただいまトーナメント表表示されております。この組み合わせでねやっていきたいと思います。まずこの1組目の吉田選手と岡村選手の対決、いきなり面白いですよね。そうだね。これ吉田選手の、さっきの2次予選トップ通過っていうのは
なんて言いましょうか、路面をうまく使ったと言いますか。言い回しがうまいね。そうですか、そうですか。でも素晴らしい走りでしたけどね。はい、ウエットの滑る路面でね、ドンピシャの距離計算で素晴らしい角度で走り抜けていったこのブルーナ FD 吉田康介、そしてピンクの S1 号おなじみ岡村和義。岡村さん乗ってるね今日。今日一煙が出てるねこれ。煙もすごいし角度も今すごかったですよ。振り出しも良かったです。良かったですよね。これビクトリーはね結構始まって以来岡村さん出ていただいてて、実は追走に残るのは多分今回が初なると思うんですよ。ちょっとね岡村さんドリフトのブランクがありまして、ようやくそのサビ落としが済んだのかなと。追走になったらこれ吉田選手は僕追走とか見たことないですけど、もう岡村選手に関してはもう言うまでもないぐらい上手ですよね追走は。 D1 もやってましたからね。そうですよね。さあ吉田選手は確か年齢も若いはずなんで、若手の勢いとなんかプププププって言ってるけど、若手の勢い吉田が勝つのか、ベテランの技岡村が勝つのか。でも岡村さん今日勢いもあるからな。さあ最終出てきた、ぴったり捉えてるぞ、近いな。あとちょっとこの辺間は空いたぞっていうか、先行吉田今良かったな。先行吉田ドライでもいい走りするじゃないですか。今リプレイ画面が今良かったですね。意外と岡村さんがついていくだけになっちゃいましたね。さあリプレイ映像流れていますが、聞いてみましょうか。小口さんおいくつですか。これは88イーブンかな。 88イーブン、はい。上野さんいかがですか。奇遇ですね。奇遇ですねってことは88イーブンでよろしいですか。はい、さあこれ今リプレイ流れてますけど、ドローン映像ですね。距離感がねここから縮まらなかったんですよね。ちょっと2コーナーのところでまあ多少は詰まりましたけど、先行吉田のベストラインに岡村選手が合わせてついていったという感じ。まあ確かにイーブンですねこれはね。そうですね。はい。それでは入れ替えて今スタート。先行がピンクの1号岡村和義、後追いがブルーの FD 吉田康介。岡村さん早いかな。吉田がついていけるかどうか。どうだ、ちょっと離れてる、ちょっと離れてる。あっと岡村刈り込んだ。後追い吉田は自分のライン、距離感は終始変わらずか。ちょっと難しいぞ。さあどう見るでしょう。これちょっとは岡村さんの方が刈り込みラインに見えたんだよな。振り出してからだいぶ刈り込んで入ってきましたね。でそれにつられて後追い吉田が小さくなるでもなく、きっちりアウトまでは来たんですよね。ただ最終立ち上がりでこの距離感で来て振り出しポイント、ここからも岡村選手内側に入内側入っちゃっていってるもんねきながら審査席前のアウト、吉田の方がアウトのいいところまで来ている。2コーナーも岡村選手はぴったりついてしまって、なかなか難しい。角度距離感は大差なくというところでしょうか。後ろは同じなんだけど、1組目からこれは僅差の対決になっています。岡村さんのミスの方がでかいかな俺は。お小口さんが 7.5 対7で吉田、で上野さんが77イーブンということはコンマ5の差で決定です。ベスト8進出したのはブルーナ F で吉田康介。ピーピー惜しいね。
だっつってたの？えなんだって？いやだから0.5点上野さんがいい分小口さんが0.5点お師様の先行のミスだと言ってます。まあ確かに、ええ確かに俺の先行はミスってるけど。あ、そうなんですか。でも平岡先輩はお師様だって言ってます。うわー路面はほぼ完璧にドライ。早いっすか、やっぱり。先行はこの赤い14、しょうがない安藤選手、そして後追いが今左側にセットされました久保川澄香選手。3年ぶりの追走かな。3年前のマッスル最終戦で追走やったのが最後。なんかここら辺からこれだけ駆け引きみたいなのがあるんですか。次回は勝つぞ。野さんが36で、いやはい、久しぶりのドリフト大会です。黒い180田村が取りました。これだから久しぶりのドリフト大会出ました。何ですか。なんとかベスト16追走まで残ったんですけれども、ほんのちょっとの差だったんだけれどもね、ベスト16負けちゃいました。あとはね、ちょっとね、今ね、田村君に田村君が今頑張ってます。先行が大きな馬リードする田村後追いが出てきた田島。田村勝った。勝ったぞ。ちょっと見てみましょう。ということでですね、田村君は勝ったんだけれども、俺は負けたので、なんとなく昔追走で優勝したりしたことをなんとなく体が思い出したような気がします。やっぱりいつまでも現役でやってないとね、勝つことをね、体が忘れちゃうんですよね。ということでね、久しぶりにドリフトの追走をやったので、次回は勝てるかもしれねえぞ。